皆さんこんにちは、みさとです。ここは土山線の五面駅です。五面駅は四国のこの辺りにあります。今回はここから鉄道とバスで室戸岬に行ってみます。五面駅の01番乗り場には駅のイメージキャラクターの五面駅代くんがいます。アンパンマンでおなじみの柳瀬隆さんがデザインされたそうです。さて、最初に乗るのは五面駅に乗り入れている土佐黒潮鉄道五面那覇線。この車両は沿線に阪神タイガースのキャンプ地があることからタイガースカラーをまとっています。この列車で五面那覇線の終点那覇駅まで向かいます。9時43分、五面駅を発車。駅発車後、列車は高架の線路を走ります。この線は元は国鉄の朝線として徳島県の牟岐駅から室戸を経由して高知県の五面駅までつながるはずでしたが、国鉄再建法によって建設が凍結されました。工事中断のこの路線を土佐黒潮鉄道が引き継ぎ、2002年の7月1日に五面那覇線が全線開通しました。そのため建設は昭和の終わり頃から平成にかけてと新しく高架区間の線路が多い路線となっています。しばらく田んぼと家が見える風景の南国市内を走り、野市駅から江南市内に入ります。5面から14分の赤岡駅を出ると土佐湾の海が見えました。鏡駅を過ぎると海がだいぶ近くまで寄ってきます。安駅に到着です。駅の海側にヤシの木がたくさんあるところはヤシーパークという海の公園、海水浴場や道の駅ヤスもあったりして、五面那覇線でも行ける遊び場のようですね。安駅を出ると見えにくいですが、手以降可動橋が見えます。可動橋が開いて道路が立っているのが見えますね。次の西分駅までの間の迫ってきた土佐湾。和食と書いていますが、この駅名の読みは和敷駅。穴内駅の手前付近です。この辺りが五面那覇線の海に一番近いところでしょうか。ちなみに五面駅で購入した那覇駅までの乗車券です。穴内駅では五面行きの列車と行き違い。通常の五面那覇線の車両はこんな感じなのですね。大勢お客さんがおられたのでこんなアングルですが、安芸駅です。高知県安芸市の中心部にあり、大きな駅舎の有人駅、安芸駅地場産市場という物産館も併設しています。車窓反対側には車両基地もあるようですね。安芸駅から2つ隣の下山駅。安芸駅を過ぎてから立ち局もいなくなり、車内は静かになりました。安田駅田野駅間の全面展望。この辺りは低めの築堤区間です。結構スピードも出ていますね。車内はこんな感じのタイガース関連で溢れています。転換式クロスシートの設りは高めのもので大きくて、関西などの新快速の座席より良いシートだと思いました。田野駅で降りた高げた履きのおじさん、車内で撮影していたら、俺は男前やから映してもええんやぞとおっしゃる土佐の男性らしい囲碁うそな方でした。そんな感じで終点那覇駅に到着。五面駅から1時間7分、10時50分になってました。駅のキャラクターは那覇子ちゃん。ここにも駅に物産館があり、レンタサイクルもありました。駅は3階建てになっていますが、津波避難ビルを兼ねています。さて、この先は高知東部交通のバスになります。11時2分発の室戸世界ジオパークセンター行きです。バスの乗客は五面那覇線のお客さんの一部がそのまま乗ってる感じで那覇駅バス停を出発。那覇の駅は3階建ての高さの高架がぷっつりと途切れる形で終点になっています。バスが走るルートは国道55号線。
この先ほとんど海沿いを走るコースなので、シーサイドビューを楽しむことができます。しかし、今日のお天気はいつ降り出してもおかしくないような空です。那覇から30分ほど過ぎたあたり、この建物はキラメッセクジラ館というクジラの資料館。クジラといえば和歌山県の大寺が有名ですが、こちらにも立派な資料館があるようですね。隣接してクジラ料理がいただけるキラメッセ室戸もありました。那覇を出た頃はパラパラと乗っていたお客さん。室戸市街で海沿いのルートを離れ、室戸高校に立ち寄る途中で乗客は私一人になりました。11時55分、室戸営業所バス停です。ここで乗務員の交代で少し停車。この先も乗客は私一人のまま、バスは岬の方へ向かいます。お天気はいつの間にか晴れて明るくなってきました。この辺りが室戸岬バス停。私は先に終点の室戸世界ジオパークセンターへ向かいます。ジオパークで降ります。ジオパークで。はい。トイレとか大丈夫ですか？大丈夫です。運転手さんがかれこれ1時間乗車の私のトイレが大丈夫か気にかけてくださいました。今回は大丈夫です。12時12分、終点の室戸世界ジオパークセンターに到着。那覇の駅から1時間10分のバスの旅でした。長い時間運んでくれてありがとうございました。さて、室戸岬で降りないでここまで来た理由は、昼食をここで取ることにしていたから。ジオパーク内のジオカフェでお昼をいただくつもりでしたが、なんと食事はお弁当のみに変わっていました。ここも感染症の影響でお客さんも減って、苦肉の策でお弁当営業になったようです。でも、サバの味噌煮のお弁当は美味しかったです。もう一ついただいたのがこの真っ黒なジオソフト。土佐備長炭と海洋深層水塩を配合して甘さの中にほんの少ししょっぱい感じのある後味がすっきりのソフトクリームでした。食事の後はジオパークを少し見学。ジオパークとは公式ウェブサイトによると、地質、地形から地球の過去を知り、未来を考えて活動する場所だそうです。大雑把に勝手にまとめると、ただ地球の過去を知るだけではなく、知り得た知識から未来につなげていこう。地球上の動植物を含めて持続可能な社会に実現を目指していこうということだそうです。なので展示内容は各種幅広い内容。脂質遺産だけでなく、海の幸やそこに生きる人々の暮らし、もちろん地震、津波、台風の防災関係もあります。ちなみに潮岬を訪れた時も同様のジオパークがありました。なおこの施設、中を見ていると学校のようで懐かしい感じ。スタッフの方に伺うと、やはり廃校になった建物を活用しているそうです。1時間少々滞在したジオパークを後にして室戸岬へ向かいます。バスに乗って9分で室戸岬バス停に到着。バス停前には太平洋を見つめるように幕末の志士中岡慎太郎像があります。では遊歩道を通って海岸に向かいます。そこには浜昼顔などが咲いていますが、花の名前を知らなくても案内板が教えてくれます。海沿いに行けば火成岩が広がる風景と海風の強風で荒々しい風情を味わいました。この前の伊良湖岬でもそうでしたが、岬付近って風がものすごく強いですね。室戸岬の灯台はというと、背後の小高い山の上にありました。灯台まで登る時間はないので、その下に見える室戸岬展望台へ行ってみました。中岡慎太郎像の後ろあたりに展望台への階段があって、ちょっとした山道を登り終えると展望台があります。展望台から室戸岬を見るとこんな感じ。周囲に生えている木々が南国っぽい気がするのは気のせいでしょうか。あとここは恋人の聖地だったりします。でも一人で来てもいいですよね。
展望台を降りて国道を少しジオパーク寄りに行くと、室戸岬園地休憩所があって、ここにも展望台があります。先ほどの展望台はちょっとだけ山道を登るので、少し楽めに展望台からの景色を見たい方はこちらです。その分、景色のワイルドさは控えめになってしまいますが、前夜の寝不足もあってあまり歩き回れませんでしたが、室戸岬は風もきつくてさすが台風銀座と呼ばれるところだなと思いました。潮岬より南国感もありましたし。ということで、室戸岬訪問の動画、今回はここまでにさせていただきます。次回の動画は大阪への帰り道になります。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。